皆さんこんにちは、ルカチャンネルです。本日ね、日付が変わりまして、タカラトミーモールさんの方で、ベイブレード X の新しい商品のね、ネクストアイテム、情報公開していると思いますので、今からチェックしていきたいなと思っております。早速ね、今ね、アクセスしていったんですけども、はい、なんと今月、来月か、8月の、新商品は2種類あります。っていうことで、早速ね一つずつ見ていきましょう。まずすごいんだけど両方とも UX シリーズだ。はい、まずね1つ目、こちら UX06、ブースターのレオンクレスト 760GN ですね。はい、こちら、今ね画像の方今出てるんですけど、はい、かなりねゴツゴツしたベイブレードですね。はい、なんとレオンクローがバランスタイプであったレオンクローが今回レオンクレストに、UX シリーズに進化ということでね、めちゃめちゃ面白そう。これ内容を見ていきますと、ブレードのメタルを外周に多く配分し固有の性能に特化したユニクラインのベイブレード。はい、これユニクラインの説明ですね。壁のように切り立った形状のブレードとラチェットによりどの方向からの攻撃も弾き返すことに特化しているということで、この文面を読む限り、今回のレオンクレストは、ディフェンスタイプのねベイブレードですね。はい。で今回こちらね、見ていくとね、なんかこうメタルのね位置がねかなりこう上の方に、全体的にこうブレードもラチェットも分厚いんですけれども、メタルの位置がねすごくこう上の方にね集中していて、やはりこの、ライオンのね、たてがみのモチーフのようにね、こう意識してると思うんですけれども、ブレード自体がね、かなりごついんですが、メタルの配分が少ないので、ちょっと重量がね、心配になってきちゃいますよね。はい。以前もレオンクローがね、昨年発表された時も、形状もめちゃめちゃ良さそうだったし、見た目もめちゃめちゃかっこよかったんで、これ結構いいんじゃないかなって期待はしていたものの、実際ねこう、手に取ってみると、ちょっとねこう大会とかではなかなか活躍するの難しいんじゃないかなっていうようなね、重さだったりとかっていうのがあるので、今回ね、UX シリーズめちゃめちゃ重量の方がねもうかなり重たくなってきているので、35g 以上はね基本的には今重量欲しいかなっていったところで、そういった部分もね今後気になっていくんじゃないかなと思っております。で、あと新規パーツとしては今回こちらの760というパーツが付属していまして、タカラトミーモールさんの方ではねこれ以上の詳細っていうのは出てこないんですけれども、560とちょっと似てるのかな。それがちょっと2枚ね刃が追加されて7枚刃になってるんですけども、かなりねやっぱ全体的な印象としてはねゴツゴツめっちゃしてるなっていう印象ですね。あんまりちょっとラチェットもこうかなり引っかかりが多すぎると、バーストするリスクがあるとか、そういったデメリットっていうのはもちろんありますので、そういったところがね実際どうなのかっていうのはね、動きを確認していかないとね分かんないところだと、思います。はい。で、最後ねビット、これがね GN ギアニードルですね。これはもう既存パーツということでね特に詳しく触れていかないかなっていうふうに思っているんですけれども、はい。ディフェンスタイプのやっぱビットで、今回こちらのレオンクレスト、おそらくディフェンスタイプのベイブレードだと思いますので、こういったパーツ構成になってるんじゃないかなと思います。はい。ディティールとかね、見ていくと、真上からの見た目とか、かなりこう、レオンクレストのこの真ん中のね、ビットっていうんですかね、っていうところが、かなりこのライオンのね、叫んでるね、このモチーフの絵柄がねめちゃめちゃかっこいいと思いますし、ランチャーフックのところもねなんかちょっとゴールドっぽい配色になっていて、高級感といいますか、ライオンのね獅子をねこうイメージしているような形でね、たてがみをイメージしてると思うんですけど、めちゃめちゃいいなというふうに思います。はい。それではね、ごめんなさい、こちら発売日はね8月10日の発売となっております。お値段、1400円の税込みブースター商品となっております。はい。それでは、もう一個ね、これめちゃめちゃ僕気になっているんですけれども、今回こちらね、デッキセットということで、なんと、しかも、
これも UX シリーズということで UX07 のフェニックスラダーデッキセットということになっております。なんとですね、レオンクローに続いてフェニックスも UX シリーズで UX ラインで進化ということで、はい、詳しくちょっと見ていきましょう。ちょっとね、パッと見まずね、バラのような、お花のようなね、この美しさが、この見た目ね、外見から伝わってくるんですけど、すごい美しいですね、ベイブレードが。で、こちらのね、内容を見ていきますと、持久防御攻撃の3タイプから構成され、特別カラーでカスタマイズ済みのベイブレード3個セットで、中でもフェニックスラダー 970G は、逆台形のブレードと低摩擦のビットにより相手の持久力を奪いつつ自身の回転力の維持を実現したベイブレードということに、今ね書いてあるんですけれども、っていうことはですね、おそらくフェニックスラダーは、持久かな、スタミナタイプのベイブレードなんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。で、一応これね、他には、はい、見ていきますと、ワイバーンゲイルとスフィンクスカウルもね、こちらはちょっと BX シリーズにはなるんですけれども、ついておりまして、パーツ構成としてはワイバーンゲイルは 260S スパイクですね。なんで、おそらくディフェンスタイプの、カスタマイズになったワイバーンゲイル。そして、もう一個がね、これ、スフィンクスカウル 180GF っていうことで、はい、アタックタイプのね、スフィンクスカウル、もうとりあえず殴ればいいみたいなね、意気込みを感じますけれども、はい、スフィンクスカウルもブルーのカラーで爽やかになってね、この夏登場ということになっております。はい。もうなんといっても本命はね、このフェニックスラダーなんですけれども、皆さんフェニックスラダーってどういう意味なんですかね。詳しい方ね、調べていただいてコメント欄にぜひね、教えていただきてほしいんですけれども、フェニックスラダーが、こちらのパーツ構成が、970G というね、パーツを今回使っております。ちょっとね、詳細の方はね、今、タカラトミモールさんの方では細かくは出ていないんですけれども、パッケージ見ますと、970はね、なんとなく想像できるんですけど、G っていうこのビットがね、かなり不思議なんですけど、オレンジ色のビットなんですが、先端がちょっと別の素材になってるんですよね。画像で見る感じだと、かなり丸い形状で、スタミナタイプだと思うんで、丸い形状には間違いないと思うんですけど、素材がちょっとね、なんか違うんじゃないかなっていう気がしております。はい。で、このね、丸い軸先っていうのがね、メタルにはちょっと見えないかなっていったところで、ラバーっていうのも考えにくいので、今回どういう素材が使われているのかっていうのはめっちゃ気になりますね。ただ、スタミナタイプなので、摩擦が起こりにくい、低摩擦のビットって今書いてあるので、摩擦が起こりづらい素材を使ったね、異種素材のね、軸先になっているんじゃないかなと思ってまして、これも非常に楽しみなところですね。で、最後ね、このフェニックスラダーの、ブレードですね。逆台形のブレードっていうことで、真上から見るとめちゃめちゃ円形状ですね。そうですね。今回こちら、フェニックスラダーが本命ですけど、ちょっとパーツ詳細はね、また今後追っていきたいなと思っているんですけれども、このね、もう見た目がめちゃめちゃ美しいんですよね。フェニックスラダー。はい。今までのメタルコート、レッドのカラーよりかは、なんか若干ちょっとね、色味が若干ちょっと違うんですよね。写真見ていただければわかると思うんですけど、めちゃめちゃなんか本当に綺麗なね、色になってるんですけど、はい。これがね、今後、環境に入ってくるのか、ちょっとまだは何とも言えないんですけれども、逆台形のブレードっていうことは、相手の姿勢を、これ若干身長高そうなんだよな。なんか上から叩きつけて寝かしてるようなね、写真になっているので、そういった戦い方をするね、ベイブレードなんじゃないかなっていうふうに予想しております。はい。なので結構ね、期待していいんじゃないかな。このフェニックスラダーに関しては。はい、そんな感じで、
この2つの商品ね、今回、見ていったんですけれども、まだまだいろいろ喋りたいことはいっぱいあるんですけど、今この段階での情報だとね、これ以上ちょっとわからないかと思いますので、はい。で、フェニックスラダーも8月10日の発売となっておりまして、お値段が4100円税込みとなっております。はい。はい。こんな感じでね、今回動画やっていったんですけども、ちょっとお話変わるんですけども、皆さん、ベイブレードバー行かれますか？僕もですね、抽選のね、エントリーをしておりまして、無事当選ということで、8月の末ぐらいかな、僕も池袋のね、会場に今回、お邪魔しようかなと思っておりますので、ぜひね、お会いした方、僕の視聴者の方もしいらっしゃればね、全然声かけていただいて大丈夫かと思いますので、お会いした時はね、よろしくお願いしますということで、はい、楽しみですね、めちゃめちゃ。で、あとね、告知の方もさせていただきたいんですけれども、今年の夏、ルカチャンネル、僕が主催している S1 大会のね、ルカチャンネルカップ2024サマーの開催が決定いたしました。ありがとうございます。で、今回ですね、静岡市での開催となっておりまして、はい。で、今回ね、コンセプトとしてはね、今までにないスタイリッシュなね、空間で、ベイバトルしていただけるようにね、僕の世界観がね、こう思い描いてる世界観がね、こう詰まったね、ベイバトルステージとなっております。はい。で、優勝者には、特注しているね、豪華なね、トロフィーが、午前と午後の部ね、それぞれ1個ずつ、優勝者にしか贈られないということなので、皆さん、なんとかね、こう頑張ってゲットしていただきたいなというふうに思っております。はい。で、エントリーの方ね、もう始まっているんですけれども、めちゃめちゃありがたいことに、もう非常に今、現状でもめちゃめちゃ多くの方にね、エントリーいただいておりますので、ただね、まだ7月31日までエントリーの方はまだ続いておりますので、ぜひ皆さん、ちょっとまだ迷ってるっていう方はね、もう先にエントリーだけしていただいて、今後のね、ルカチャンネルカップの、引き続き情報をね、チェックしていただきたいなというふうに思っております。はい。で、詳しくはね、概要欄に URL 貼っておりますので、そちらからエントリーフォームに飛んでいただいて、大会のね、イベントの詳細確認していただきたいなというふうに思っております。はい。ということでね、今回こんな感じで動画終わりにしていきたいなと思っております。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントの映像、それからシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。